ンサーマリアです。今回の動画はなんと、結構質問コーナーとかでいろいろなんて言ったらいいんだろう、あった質問でもあって、で YouTube のスタッフさんもそれを気づいてたので、さっきオフィスの時に聞かれたのが、じゃあ私がなぜ AV に入ったの、デビューしたのか、なぜ引退したのかで、そのアフターストーリーは結構喋ってるんですけど、そのデビューしてから辞める間のファミリー状況のことをすごく気になるみたいなことを言われて、でそういう質問とかも、親御さんどう思ってたのとか、当時、親戚の人たちもどこまでバレたのとか、そのリアクションはみたいな質問も結構昔からあって、でも喋るとまあまあディープなダークな話になっちゃうから、私は別に隠すつもりはなかったんですけどスルーしてて、で今回またその話があったので、まあもう引退して10年以上ぐらい経つしいいかなと思って、今回はそれを話したいと思います。まあズバリ言うと AV がバレるっていうよりも、最初フライデーでバレて、私が18でデビューしてすぐフライデーに乗ったんですよね。スクープの方のフライデーじゃなくてグラビアのフライデー、多分表紙ではなかったと思うんだけど、まあ、中閉じのなんかのグラビアに乗って、でそれがもう速攻バレて、でデビューする、最初から親との関係も、母親とも結構ディスタンスがある家庭だったんで、私はもう 100% パパっ子だったので、もともとその仲いいってわけでもなかったんですけど、珍しく母親からその連絡があって、でどうしたんだろうと思って、今からどこにいるの、迎えに行くから実家の方に来いって言われて行って、なんだろうね、でもまさかバレてるとは思ってなかったんで、デビューしてもまだ半年1年経ってなかったぐらいだったんで、会います、交流します、したら無言でお前はどこに住んでんだってなって、当時笹塚に住んでたんですけど、笹塚のマンションに無理くり行かされてて、やだなと思いながら、で行って入った瞬間、フライデーの私が載ってた雑誌を投げつけられて、どういうことかみたいな、これをするために家出たんだみたいなことをいきなり詰められて、何も考えてなかったし、何のあれもなかったので、真っ白になっちゃった頭が。でもとりあえず V のことじゃなかったらよかったっていうのがあって、なんかグラビアでやらないかって言われたからやってみたみたいな感じで、最初は流してたんですよ。めんどくさいし早く入ってほしいし。そしたらなんかずっと母親ももうわー言ってて、こういうのどんだけ家族に対してお前はなんか恥をかかせるんだみたいなことを言ってきて、親の気持ちも分かんなくはないんですけど、娘がいきなりね家を出てったと思ったら、高校卒業とともにさあなんかいきなりヌードグラビアみたいなやってるみたいな、確かにショックはでかかったと思うんですけど、なんていうんだろう、そこでなんか隠し通せばそれで終わったはずなんだけど、なんか私もだんだん話聞いててイライラしてきて、なんでここまで言われなきゃいけないんだろう、遅いみたいな。でそもそも家を早く出たのも、家にいたくなかった気持ちが勝っちゃって、卒業17で卒業して速攻出て18でデビューしてって感じだったんですけど、それでなんかお母さんにずっとなんか詰められてるのが嫌だったから、ちょっと待って、タマって言って、なんかその子供の頃のチャイルドフッドの話とかも私も全部話して、こういうこともあってこういうこともあったじゃないですかみたいな。でなんかうち結構 DV だったんで、家庭が、しかも母親の方、父親の方も兄って感じだったんだけど、母親の DV がすっごいひどい家庭だったので、そういうのもあって早く家を出たんだよ、そういうのを分かってないのみたいな感じで言ってて、じゃあ向こうも黙り込んでて、それとこれは違うってなったかな。別に確かにその暴力受けてたことを理由に V デビューしたことは確かに違うんだけど、それ全部ひっくるめて家を出て、自分には夢があって、それを叶えるためにやったんだよみたいなことをお話ししてて、そんな裸になってなんか夢もクソもないじゃんみたいになって、これでも一生終わんないと思って、とりあえず説明して、実は V もやっててって言って、それでフライデーさんにグラビア撮ってもらってとか、当時あった雑誌とかも全部週刊誌系を載ってたのが当時であって、なんかその全然聞く耳持たずって感じだったんですけど、そのいつも私がインタビューで言ってる、その最初からモデルとかやってて抜かされてグラビアチックエロ AV っていうよりも、最初から AV で始めて、そこからだんだん有名な
なってっていろんな仕事をできるようになって、いずれかは自分の何かが欲しいみたいなことを言った気がするんですよね、当時。でもそんなの恥だ感動だってなって、その日はそれで終わって、もう出てって、その翌週、その週にはもう外されてました。通知来ましたもんね、役所から。なんか自分なんだっけ、保険じゃないかな、何かが外されましたみたいな感じで通知が来て、マジ本気で外しやがった家族からとか思った、バーバーみたいななって、当時18の私はでもそれがあったからこそ、これは負けられないと思って、ただただ好きで AV やってその有名になるっていうのがまず私の夢だったんですけど、そんな小さな夢だったらもうこの女を黙らせることはできないと思ったので、もっともっと上を見なきゃって思って、もっとがむしゃらに頑張って、いろんな海外、自ら事務所に行っていろんな海外行っていろんな仕事したいですとか、イベントやりたいですとか、 V も 2,3 年で辞めて、名前が一番いい時に辞めて、それを使って何か自分でビジネスやりたいみたいな発想もあったし、当時だからその厳しさゆえにきつくこともいっぱいあったけど、そのプッシュがあったからこそ、私もなんかこのやる気スイッチみたいなのが出て、絶対負けられないバトルみたいな勝手に自分の中にあって、なんかこのただ有名になって、ただなんかこう成功するんじゃなくて、なんとか認められない家族にっていう気持ちが強かったので、そこで入り口はちょっと悪く始まってたかもしれないけど、それを将来、笑って話せるまでいけないかもしれないけど、いつかはなんかその認めてくれて、よく頑張ったねって言ってくれるために頑張ったのかな、多分私の人生は。で本当に3年ぐらいで辞めて海外行くようになって、10年ぐらいかな、18でしょ、多分8年ぐらいか、親と会わなかった時期があって、戸籍外されてるのでこっちもプライドあるし、じゃあいいよ、一人で生きていくよってなって、でその間にいろんなことがあって、いろんな仕事もしてきたし、V の内容もいろいろしてきたし、基本あんまり断らないようにしてたので、V の内容とかも。で自分でなんか落ちるじゃないですけど、これ以上やったらちょっとなんかやってる意味がないなというか、自分が NG としてることを無理やりさせられるっていうか、オファーが来るってことは自分の意思でやってることじゃないので、そういう作品を何作かやってから、もう私 AV にいてもこのまま落ちるだけって思ったので、やめて、その3、4年くらいですか。で仕事をして、その時ぐらいかな、 V シネとかやりだして、演技の方もちょっとやりだして、海外に行くようになって、クラブイベントとか、映画祭に出たりとか、ラジオ、テレビとか出て、でまたちょっと名前が戻って、羽振りが良くなった時に歌舞伎町でバー出したのかな。で2007年にソリッドデビューをしてるので、それは10年しっかりやってて、でその間でフィリピンに2015年にフィリピンに行ってるので、まさか引っ越すとは思ってなかったけど、で多分ね、1、2年経ってからぐらいかな、弟を通して親と連絡取ったんですよ、1回。で、いくつだったか、2015年でしょ、2015年で私25、6とかかなの時に、思い切ってじゃ連絡してみたらみたいな感じで弟に言われたから、思い切ってすると思ったんだけど、母親の連絡先いただいて、連絡したら何日か後ぐらいに帰ってきて、びっくりすることで、なんかお久しぶりですみたいな、なんか恥ずかしいことじゃないんですけど、今でも結構敬語でたまに親と話す時とかで、そういうのがあって、で元気ですかじゃないですけど、なんか結構向こうもなんか何してんの最近みたいな感じで返事が来て、で最近フィリピンに引っ越したんだよねって言って、でラウンジも自分でパート
そのぐらい嬉しくなっちゃって、その頑張ってねとかおめでとうとか、そういうちゃんとしたコングラチュレーションとかちゃんとした応援の言葉は未だにまだ親からもらってないんですけど、そのすごいじゃんみたいな、フィリピンでラウンジやってんだやるじゃんの一言で私はもう自分の中で勝ったみたいな、ガッツポーズみたいな、認めてくれたのかなとか、ちょっとステップアップしたのかなみたいな感じがあって、でそっからですね、ちょこちょこまた連絡取るようになったのは親と。でまあ1回2回あったのかな、去年今年に入って1回あったのかな。で弟が結婚したりとか出産、奥様が出産したりとかのきっかけで実家に集まることがあったので、最初はすごい自分の実家なのに知らない間に引っ越しとかされてたので、自分のその育った実家にはもういないので、家族はここどこみたいな、こんなところ実家って言えないよとか思ったんですけど、まあ今回日本に帰ってきて2回目3回ぐらいは行ったのかな、家に。なんか最近やっとちょっと慣れてきて、向こうとかの仕事のこととかオープンに話してくれるようになってきて、で今は日本でバーやって YouTube も頑張って、で日中打ち合わせだったりとか人と会ってとか、なるべく忙しくはしてるんだよっていう説明をして、いまだにやっぱりちょっとそのね、芸名を使って仕事してるのは向こうはちょっと嫌らしいんですけど、まあそれはそれでもう頑張ってるんだったらそれはそれでいいんじゃないみたいな感じで受け入れてくれたと思うので、私の中ではまた一つステップアップしたというか、あの時のトラウマというか、あの時の絶対見返してる精神はもうないからで、頑張ったもん本当に。でそれでなんかおめでとうとはまだ言われてないけど、多分向こうも分かってくれてると思う。私ももう年なので、向こうももう年なので、そういうのがなく暗黙の了解みたいな感じで今過ごしてて、でかといって別にだからそんな連絡また取り合って会うってことはないですけど、まあ経営の中ではなくなったので、まあそれも私の中では一つの思い出というか、まあ、反対されるのは当たり前ですし、自分の子供がねいきなり家出て AV 女優になりましたって親もショックだと思うし、逆に応援しててもなんかそれもそれでちょっとおかしいなっていう話なので、とてもナチュラルな反応をうちの親はしたと思うんですけど、そのもうちょっと理解力あったらなみたいなって思うのかな。なんかそういうのもあって、よくなんかこれちょっと話それるんですけど、マレンちゃんは結婚願望ないのとか子供欲しくないのって言われるんですけど、やっぱ家庭が家庭だったんで、なんかね、あんまそのお花畑的なイメージはないので、結婚に対して、最近30、まあ、もう5になってもうそろそろいいかなと思うんですけど、やっぱなんか仕事してるのが生き生きして楽しいし、やっぱ父親の背中見て育ったので、働く人間、女、男関係なく働いてる人ってすごいやっぱ輝いてるんで、それにやっぱ一番憧れちゃうから、ずっと私はできる限りずっと小沢まででいたいし、ずっと仕事していたいし、みんなの笑顔のために頑張っていきたいなと思うので、これからも応援よろしくお願いしますみんな一緒に頑張ろうねって感じです。なのでそれが一番目につく質問だったらしいので、ちょっと答えてみましたので、これからも皆さん私をよろしくお願いします。なんですが、またバーであったりどこであったり、なんかね、いろいろとお話しする機会があったら何でも聞いてください。いつも通り何でも答えますので、今回はこれで以上となりますが、また次の動画で会いましょう。いいねとサブスクライブとシェアをよかったらよろしくお願いします。ではまた次の V で会いましょう